まだ20、どうもろいです。難病の我が子が NICU を退院して約3週間。少しずつですが、家での育児にも慣れてきたところです。ゲーマーの Y が育児なんかできるのか、最初はそう思っていました。そこで今回は、ゲーマーの育児ルーティンを紹介したいと思います。育児しながら趣味であるゲームってできるのか？正直この考え自体が狂ってるという意見もあるかと思います。育児中にそんな娯楽なんてすべきじゃない、そういう考えなんだと思います。ただ自分はそうは思っていません。なぜなら親にとっての息抜きも育児において大切だと思っているからです。これから長く続いていく育児、あくまでも子供のことは優先しつつ、各々のライフスタイルに合った息抜きを入れていくべきだと考えています。どこを一日のスタートとするか迷いました。なぜならこの時期の育児って、断続的にずっと続いているからです。今回は2人体制での育児が始まる朝6時からスタート。親子の情報もお伝えしておきます。基本的には読んでいただけたらな、と思いますが、生後2ヶ月の女の子であること、2人とも育休であることがポイントかな。病気については、概要欄にあるこの動画を見ていただければ。特に日常生活に影響ないので、今回はスルー。さて、朝については洗濯やミネバが起きていれば育児してます。あ、ミネバって我が娘の故障です。起きたようです。先ほどの24時間グラフを見てもらったらわかるのですが、夕方頃になるととても忙しくなります。早朝お昼にかけては、決まった家事も洗濯くらいなので、結構余裕あったりします。なのでリビングで子供を片手に PC 触ったり、スマホでゲームは比較的しやすい時間帯です。今日は朝食兼ねてのお散歩に行くことにしました。お散歩でしょ。眩しいよ。眩しい。ああ、ダメ。日焼けしちゃう。日焼けしちゃうからね。からどこ行くんですか？朝マック行きまーす。子供生まれてなかったら絶対活動しない時間やから。寝てる。ゲーマーは基本夜型なので、子供の影響早朝行動はとても新鮮。あ、ちなみにお出かけの間にルンバタンが家のお掃除をしてくれています。いや俺だって2時だあ、俺は何時？平日朝に家族で朝マック。実はとっても貴重なこの時間を大切にしたいです。散歩から帰ってきて、またミネバのお世話をしていたら、あっという間にお昼の時間。この時は2人で食べれていますが、基本的にはそれぞれで食べるもの作って各自で食べています。ついでに2人分作れる時は相方分も作ったり。この時ミネバはオートスイングに寝かしています。オートスイングは子供によって好き嫌いがあります。ミネバはとっても大好きだったので、メルカリで購入しました。NICU に入院していた時に使わせていただいて、事前に好みがわかることができました。商品によってはお試しもできるみたいなのでおすすめ。夜に寝るベッドと分けることで時間感覚も養われ、夜しっかりと寝てくれています。ちなみにさっきから映っているこの部屋は、子供部屋兼仮眠室です。お風呂は自分が沐浴させて、セイラさんが受け取り、保湿&着替え担当です。自分はその流れでお風呂掃除&お湯張りしちゃいます。ちなみに沐浴で一番可愛い瞬間は、このほっぺを洗ってる時だと思ってます。この後自分たちもお風呂に入ります。セイラさんは髪がロングで比較的ドライヤーの時間が長めなので、自分が先にお風呂に入って、後から出たセイラさんがドライヤー中に、
自分がミネバを見れるようにしてます。でも最近気づいたんですけど、この子ドライヤーの音、というか生活音が好きなんですよね。ずっと NICU にいたから、常に音がする環境が好きなのかな。ミルクの時間で少し前後しちゃうものの、お風呂もなるべく決まった時間に入れています。これも時間感覚を養って、夜たくさん寝てもらいたいからですね。お風呂が終わったら、待ちに待った夕飯の準備。セイラさんが夕飯を作ってくれて、その間自分がミネバのお世話をしています。この時間帯は、黄昏泣き、タイムでして、そばであやしていないとギャン泣きです。ちなみに我が家では、黄昏泣きの時間帯をデスタイム、と呼んでいます。今日の夕飯何？主婦が嫌いなワードワースト7位のこの言葉を、毎日7回は言う自分に、毎日美味しいご飯を作ってくれるセイラさんは神です。今日の夕飯はミートボール、きたーって感じです。心なしか、うさぎもいつもよりにっこりです。朗報、娘、無事就寝。お風呂上がって、夕飯の支度中に高確率で寝ます。というかそういう風に生活リズムを作るようにしていて、17時以降は絶対昼寝させないようにしています。このルールはハウスルールですが、朝起きて、夜は寝る、というベースになる生活リズムを作ってくれたのは、生後1ヶ月半入院していた NICU のスタッフの方々です。治療のこともあって、本当に感謝しています。ミネバが寝て一段落。それでも夕飯を食べながら、ベビーカメラで見守りつつの夕食です。隣の部屋で寝ていて、様子を見るには移動しないといけないので、これはとても便利です。食事中も我が子のことを気にはしますが、工夫しながら、そこにかける負担を減らしたいと思ってます。それができる時にリフレッシュしないとね。夕飯を食べて終わると、見守りしつつの自由時間です。この日は2人でリビングでジャン玉してますね。ノートパソコンを HDMI でテレビに接続してます。夫婦には様々な形があるかと思いますが、うちの場合は、友達の延長線の関係性です。一緒にいて落ち着くというよりも、一緒にいて楽しい、という関係です。この関係性が自分はとても好きなのですが、子供ができて今後どう変わるのか、今のところまだわかりません。とりあえず、パパママ呼びはなるべくしないようにしています。子供とも友達のような関係でいたいし、大きくなったら子供にも名前で呼んでほしいと思ってます。今後どうなっていくんだろうな。最低限、嫁と娘に嫌われないようにだけ。頑張ります。じゃあお願いします。22時からは分担制にしています。一人は物理的に遮断された寝室で睡眠。もう一人は、ミネバの見守りしながら自由時間といった感じです。ここからの4時間は体力回復に努めます。それでは、おやすみなさい。はい、おはようございます。見守り交代のお時間です。この時はミルクをいつ飲んだかや、ミネバに変わったことがなかったか、など、軽く引き継ぎをして交代します。今日はセイラさんも起きていたようですね。我が子が就寝して、一人で見守りしている時間が、最大のゲームチャンスです。泣いたらすぐあげれるようにミルクの準備しつつ、夜のお供にコーヒーを入れてます。この時間を最大限に楽しみましょう。この日はゲームをしていますが、動画編集もこの時間にすることが多いです。また、今回は就寝する順番が自分が先でしたが、これは1日ごとに入れ替えています。
22時就寝なので見たい番組とかあったら、全然気軽に交代したり、時間を後ろ倒したりしてます。自分が先に見守りの時は、カメラ見つつ、YouTube でライブ配信してゲームで遊んでいることもあります。プレイするゲームですが、なるべく1プレイの時間が短いものが遊びやすいですね。いつ子供にお呼ばれするかわからないので。まあただ自分がしたいゲームをするのが一番です。ロイも PUBG という最大30分くらいかかるゲームやっちゃってますし。でも一緒に友達とゲームする場合は、途中抜けして迷惑かけちゃう場合があることを、あらかじめ伝えておきましょう。ちなみに使っている PC は、リビング用のノートです。メイン PC として、自分の部屋にデスクトップがありますが、育児でリビングにいることが多くなると見込んで、あらかじめゲーミングノートを購入しておきました。育児するゲーミングパパにはとってもおすすめです。このまま一人で見守りして、6時になったら動画冒頭のように、セイラさんが起きてきてまた2人育児が始まる、といった感じです。泣いたので向かいます。子供に何かあった場合に、すぐ対応できる準備と状況を作っていれば、親だって自分のしたいことをしてもいいのです。ゲーマーオタクの育児ルーティンいかがでしたでしょうか？赤ちゃんによって生活リズムは違うので、育児のリズムも各家庭で違うと思います。これはあくまでもロイ家のルーティンなので、参考にしてもらいながら、各家庭に最適化してもらうのが一番かと思います。この動画で一番伝えたかったのは、もちろん赤ちゃん第一ですが、育児するパパママも自分自身を大切に、というか、あえてこういう言い方をしますが、甘やかして、もいいということです。それが巡って、結果赤ちゃんのためにもなるはずです。リフレッシュするための準備は、自分で頑張らないといけませんが、このチャンネルではゲーマーオタクの生活や、ゲーム配信などもしているので、よかったらチャンネル登録や高評価していただけると、とても励みになります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。